こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵を覗き見させてもらい、部屋についてあるライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はしのさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあしのさんについて自己紹介をお願いします。職業はもともとインテリア業界で働いてたんですが、最近ちょうど転職しまして、フローリスト、小さい頃からずっとお花が好きだったので、そちら目指して頑張っております。で、趣味は、休日喫茶店巡りだったり、雑貨でしたり、あと観葉植物お部屋にたくさん置いてるので、そういったところも、巡ってるっていう感じですね。はい、はい、お願いします。お願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、1LDK になるんですかね。そうです。1DK ですね。1DK か。はい。だいたい広さ平米数はどれくらいですか。だいたい30平米ぐらいです。はい、ということで、かなり植物が本当にたくさんご自宅に、あると思うので、あと結構雑貨とか家具とかのこだわりもあると思うので、そのあたりの話いろいろ聞ければなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速お部屋案内してもらいたいなと思うので、ちょっとリビングから中に案内してもらってもよろしいですか。はい、はい、失礼します。おお、リビングと寝室がワンルームっぽくちょっとなってるんですね。そうですね。もともとスライド式の仕切りがあるんですけど、そこをずっと開けっぱなしにして、広く活用してるっていうか。実際はワンルームにするともう12、13畳ぐらい、15ぐらいあると思います。ということで、じゃあまずこのお部屋全体のこだわったポイントやコンセプトがあればお聞きしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか。ですね。自分が、ナチュラルなテイストの部屋が好きなので、全体的にウッドだったり、観葉植物をたくさん置いて、落ち着く空間づくりを心がけてます。はい、ちょっとここから細かいお話聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあこっちの壁側の、ディスプレイスペースって呼んだらいいですかね。そうですね。はい。ちょっとここから聞いていきたいなと思うんですけど、フレグランス系と主にアクセサリー系を置いてるっていう感じですね。香水とかも結構たくさんあると思うんですけど、この辺りは使い分けというか、なんかしてらっしゃったりするんですか。でもこれはもう本当気分で使ってます。じゃあちょっと順番に使ってる香水について紹介いただいてもよろしいですか。はい、これがディプティックで購入したもので、フローラル系でジャスミンの香りがするものですね。結構甘めっていうか、ジャスミンの香りに近い匂いになってるので、結構仕事っていうより、出かける時によく使ってます。はい。その後ろにあるのもディプティック。これがちょっと一緒に住んでるやつが使ってるんですけど、そうなんですね。これももうなんか本当これも結構ジャスミンベースの香りだった香りで、もう結構似たような香り。ちょっとスパイシー寄りな感じだったと思います。スパイシーな感じ。はい。確かにちょっとそうですね。そうですね。その他に使ってる香水は。これがディプティックなんですけど、ディプティックじゃねえ、イソップなんですけども、ちょうど使い切っちゃってパッケージ可愛いので置いてたんですけど、これがローズの香りですね。ローズって聞くと甘い香りだと思うんですけど、なんかシソが入ってるらしく、甘めっていうよりかは爽やかな感じがして、時間が経つと結構甘めの香り、ローズに近い香りになってくるんですけど、めちゃくちゃ気に入っててずっと使ってました。はい。普段使ってるこのディフューザー、はい、これはどちらのものを使ってらっしゃる。こちらですか。はい。これがプエブコっていうブランドのものになるんですけど、ウッドの香りが自分好きなのでずっと置いてるっていう。プエブコのそのシリーズのディフューザー結構いい香りのものも多いですよね。そうですね。他のも結構迷ったんですけど、やっぱ一番ウッドの香りが自分に合ってたので、プエブコの雑貨結構割と好きなので、お部屋にちょこちょこ置いてあるかなっていう感じです。はい。わかりました。あとはアクセサリー、リングとかがそのお隣に。そうですね。リングがこの受け皿に入ってて、
この受け皿はなんかアンティークとかですか？これが池袋の西武でたまたま見かけて買ったんです。めちゃくちゃ可愛くてデザインが、普段アクセサリーとかつけるんですか？これも本当気分でつける時もあればつけない時もあるっていう感じですね。前アパレルだった時は割と、結構つけてはいたんですけど、最近はそこまでっていう感じです。なんかこの中でお気に入りのなんかアクセサリーとかなかったりします？でもこの辺とか割とシンプルだけど結構デザイン性が高めで好きです。結構使いやすいデザインですね。それはどちらで購入されたんですか？これが多分古着屋さんとかだったと思うんですよね、北沢。結構アクセサリーとかは割とそういう古着屋さんとかヴィンテージのお店とかで買うことが多いんですか？もありますし、全然なんかネットとかで安く購入したものも混ざってるので、そうですね、そんなにすごいこだわりがあるっていう感じではないです。わかりました。あとは、その隣のこのパロサントとかを置いてる、これは木のトレイって言ったらいいんですかね？そうですね、このトレイ不思議な形ですね。が一応ここが穴開いてるので棒状のお香のスタンドみたいな、こういう、お香を立てられるものになってます。これも形が可愛いっていうかデザインがめちゃくちゃ好きだったので購入しました。結構お香も普段焚かれるんですか？お香そうですね、結構焚きます。今多分このアポテーケ、多分結構割と最近人気なのと、あとエブリディグッドコリンズかの、お香初めて持ってました。本当ですか？結構出ます？最近見かけます、めちゃくちゃ。それこそニコアンドだったり、あとバースデーバーっていうブランドでも取り扱ってて、パッケージ可愛いですね。そうなんですよ。一応この蓋を、お香の受け皿として使えるものになってて、なんかアウトドアでも使えるらしいです。まだちょっと使ったことないんですけど。それいいですね。キャンプ需要的なところなんですかね。そうですね。最近ちょうどキャンプ去年ぐらいから始めたので、もし使える機会があれば。確かにいいですね。これも一応ウッドの香りですね。あとその後ろとかヘッドホンですか、これは？そうです。これがマーシャルのヘッドホンで、多分黒とブラウン2色あったと思うんですけど、ファッション的にこっちのブラウンが好きだったので、こっちを選びました。音質もデザインもいいですよね。いいですね。建物のオブジェのライトって言ったらいいんですかね。これなんか変わったデザインですね。そうですね。なんか街並みの、夜とか電気照らすと街の影が映ってるような感じでめちゃくちゃ可愛いんですけど、これが大体高校生の時に買った照明になります。結構じゃあ長く使ってるんですね。長く使ってますね。わかりました。あとはこの雑貨とか置いてらっしゃるベンチって言ったらいいんですかね。そのもの。これもヴィンテージというかあれですか？これが一応ハンドメイドのアプリで購入したものになってて、もともとベンチだったものをシェルフとして使ってるっていう感じですね。ハンドメイドだとお値段はちょっとお安く売ってたりもするんですか？そうですね、だいたい1万円以内で購入できます。結構じゃあお手頃ですね。そうですね。その下のバスケットとかはなんか生活感のあるものとかをこう隠して収納してらっしゃったりするみたいな。そうです。なんか文房具だったり、いろいろ細かいもの見えないように蓋がついてるものを選びました。一応無印良品で購入した紙かごになってます。割とSNS でも聞かれるんですけど、確かに無印良品。わかりました。そしたらじゃあちょっと奥側鏡の方にちょっと移動していただいて、レコード、この辺りは音楽とかのスペース、レコードを聴くスペースだと思うんですけど、結構音楽もお好きなんですか？そうですね。レコーダーは割と最近聴くようになったんですけど、あとスピーカーで音楽流したりとかは、朝だったり休日よくやってます。今この使ってらっしゃるレコードプレイヤーはどちらのものですか？こ
れがちょっと読み方が分かる何でしたっけ。アイオンなんかでよく見ますよね。よく見ますよね。分かんない。確かに読み方むずいですよね。これよく見このブランドです。よく見るこのブランドのやつ。割とあれですよね。こう金額感的にもそうです。2万円以内ぐらいで買えたと思います。割と買いやすいレコードプレイヤーですもんね。自分全然初心者だったのでもうこのぐらいでいいかなと。でも全然音質も問題なく聴けるので、多分初めて買う方は割と使いやすいんじゃないかなと思います。普段ちなみに音楽は何系の音楽を聴くんですか？レコードはクラシックだったり、あとジャズとかを聴いてますね。なんかよく聞くチェックするアーティストとかいらっしゃるんですか？でも本当決まりなくて、モーツァルトとかジャケ買いしちゃうので、帰ってなんかこれ有名なやつだったんだみたいなのは結構あります。フィーリングでじゃあ結構選ぶんですね。そうですね。ちなみにレコードとかはなんかよく買いに行くお店とかあるんですか？ちょっと名前が思い出せないんですが、祐天寺にあるレコード屋さんで、もう本当1枚300円とか200円とかで買えるんですよ。多分祐天寺レコードとか調べたら出ると思います。じゃあ気になる方はちょっと検索して見てみてください。はい。続いて向かい側に行きたいんですけど、まずじゃあこちらのローテーブルからちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入したアイテムですか？これもさっきのシェルフと同様で、そのハンドメイドのアプリクリマナカっていうやつで、6000円ちょっとで購入したものです。でウッドのこのちぐはぐなズレのデザインに一目惚れして購入しました。すごいなんか結構使って色がちょっと剥げてきた感じもかっこいいですね。そうですね。この辺とか結構もう色が落ちてきちゃってるんですけど、それもね、なんかヴィンテージ感あっていいかなと思ってこのまま使ってます。結構もう使ってからもう長いんですか？2年ぐらい使ってますね。まだまだ使えそうですもんね。そうですね。あとは今座ってらっしゃるソファーについてちょっとお聞きしたいんですけど、これはどちらで購入したアイテムですか？これがニコ&で購入したものです。ニコ&こういうソファーとか普通の大型家具も結構展開してますもんね。そうですね。フルラインナップで結構いろんな、それこそ自分の好きなウッドをベースにしたインテリアとかだったりめちゃくちゃ取り扱ってます。これは大体おいくらぐらいの商品なんですか？これは大体7万ぐらいだったと思います。じゃあソファーの中だったらちょっと安めぐらい？そうですね。割と安いと思います。これ2シーターなんですか？3シーター？2ですね。一応この間がセパレートできる仕様になってて、一応間にこういったローテーブル差し込んでも使えるものになってます。ちょっとまだやったことないんですけど、でもなんかそれもまた映画見るときとか結構いいなって思ってるんですけど、またタイミングがあればって感じ。どうですか座り心地とか？いや、座り心地がめちゃくちゃ良いです。良いので、あとそうですね、座面が広くてクッション性も自分的に一番ベストだったのでこれにしました。あとこの太めのコーデュロイデザインっていうのが、他に多分コーデュロイあると思うんですけど結構細いんですね、デザインが。なのでこれも結構お気に入りのポイントになってます。あとは、その後ろとかにはフロアライト、スタンドライトがあるかと思うんですけど、これはどちらで購入したアイテムですか？これが、IKEA で購入しました。これSNS とかで見る方もいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですけど、自分もなんかインフルエンサーさんの見て、ちょうど一緒に住んでるやつが読書と欲しいってことだったので、何かいいないかなって探してる時にこれを見つけて購入したっていう感じです。あとは、上に時計？時計もすごい素敵なデザインですね。
そうですね、これが、ダルトンで購入したもので、レトロ風っていうかスタイリッシュなデザインが気に入って購入しました。これめっちゃ時間見やすいですね。いや、そうですね超時間見やすい。あとその秒針の音がないのもこれでいいかなっていう。はい、はいはいはい。あとはこの隣の鏡、こちら、はい、これもなんかちょっと形がいびつというか。そうですね、このいびつなデザインが気に入っているポイントで、これが丸の内のガレージ、植物がそうです、植物とかドライとかいろいろ売ってるお店なんですけど、そこでこれも4、5千円ぐらいだったかな、はい、購入したものです。あとはそのお隣にこれ今プロジェクターを本でちょっと高さを出して、セッティングしてらっしゃるんですね。はい、ちょっとどうにかできないかなっていうので、なんかいろいろ試したっていうか、なんかカーテンレールからカゴ吊るしてとかもやったんですけど、それだと結構角度がずれちゃってたので、最終形態で、一番本を積み重ねるっていうのが良かったので、こういった形になりました。結構映画とかもじゃあ見られるんですか？はい、そうですね。基本的に休日の夜だったり、仕事早く帰ってきた時はプロジェクターで映画を見るっていう。ここのソファーとセットだと最高ですね。いや、そうですねちなみになんか最近見た映画とか結構面白かった映画があります？映画はでもレッドっていう海外の、何の映画、殺し屋っていうか、結構なんていうんだ、銃で撃ち合ったりとか、なんかそういう感じのアクション系の映画を見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて、ワンツーあるんですけど、もう一気に見ちゃいました。そうなんだ結構映画は何でも。そうですね、全然もういろいろ見ます。ディズニーとかホラーとか、アニメも見ます。アニメって言ってもクレヨンしんちゃんしか見ないからクレヨンしんちゃんなんですね決まってるんだ、そこは。いや、そうですねでも本当いろいろ見ます。わかりました、はい。あとはやっぱりこのお部屋なんといってもこの植物がもう本当お部屋全体にたくさんあると思うんですけど、この辺りの植物はなんか選定基準というか、なんかお部屋に入れるにあたってなんか気をつけてる点とかあったりするんですか？いや、それがちょっと特になくて、購入してる場所もすごい決まってる場所があるっていう感じでもないんですね。なので本当に出かけた時フラッと入った観葉植物屋さんで、一目惚れしたら購入するっていう感じです。なんかこの中の植物で結構気に入ってる植物とかなんかあったりしますか？全部気に入ってはいるんですけど一応このお部屋見た時に一番存在感のあるフィカスは気に入ってますね。一番育てやすいらしいです。そうですね確かにこれ結構水やりとかこんだけあると大変なんじゃないですか？そうですね。なんで、休みの日に半分やって、なんか結構ずらしでやってます。ちゃんとあげない子はあげないといけないやつはちょこちょここまめに見てあげてっていう感じなんですけど、このフィカスだったり、あとホヤとか、葉っぱの厚い植物は少し水切らしちゃっても元気に育ってはくれるので、育てやすい植物も絡めつつでお部屋に置いてます。わかりました。ありがとうございます。続いてこちらには洋服とかがねちょっと収納してあると思うんですけど、まずじゃあ洋服ラックからちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入したアイテムですか？このラックはもともと一緒に住んでる友達が持ってたもので、どこで買ったかはちょっとわからないですけど、多分なんか楽天とかその辺だった結構でもなんかデザインもそうです。なんかめっちゃ可愛くて使いやすいですね。下も収納できるラックもついてるので、そこにカゴを置いて、バッグだったりデニムだったり、ちょっと汚いんですけど適当に入れてるっていう感じです。
じゃあちょっとこの辺りの洋服、ファッションのこだわりとかについてもお聞きしていきたいなと思うんですけど、なんか普段はこうよく着用されるサイズ感とか、なんか素材感とか、なんかそういうこだわりはあったりしますか？でも割と、ゆったりめの服が好きですね。LXL とかをよく着てます。なんか系統、それこそよくチェックするブランドとかショップとか、なんかそういうのってあったりするんですか？でも最近は本当H&M とか、あとザラとか、あと古着だったりをよく見てます。じゃあ結構ファストファッションとかそういうブランドもチェックされる？そうですね。じゃあせっかくなんでこの中でじゃあ1、2点とか、なんか最近買った T シャツとかトップス系とかなんかあればちょっとお尋ねしたいんですけど、何かありますか？バッグでもいいですか？もちろんです。このバッグなんですけど、これビームス？はい。犬と女の子のイラストがめちゃくちゃ可愛くて購入しました。確かになんか可愛いキャッチーなイラストですね。そうですね。普段お仕事の時とかはなんか決まってるんですか、フローリスト？そうですね。制服みたいなものがあるので、そうなんですね。基本的に出勤する時ぐらいかな。あと休日。ちなみにパンツはどちら？パンツはこれザラのものです。へえ。そういうの出してるんだ今。そうなんですよ。古着屋もいいんですけど、ちょっと自分探すの大変っていうかちょっともうめんどくさくなって、めんどくさい、サイズ感だったりちょっとめんどくさいんで、もうこのザラの古着っぽいパンツを最近よく履いてますね。なるほど、わかりました。ありがとうございます。続いて寝室を紹介してもらいたいなと思います。まず寝室のこだわったポイントからお聞きしたいんですけど、何かありますか？こだわったポイントは、一番はベッドを少し高めにして、下に本だったりあまり使わないものを収納できるようにしているっていうところですね。これ結構じゃあ下もたくさん割と収納できるというかあれなんですか？そうですね。もうこの高さ分、奥まで入るんですけど、こっちから見てもおしゃれに見えるよう工夫して、このボックスがダイソーで購入したものなんですけど、だいたい500円ぐらいで買えるものに入れてます。ちなみにこのラグ、これもすごいアニマルラグというか可愛いですね。そうですね。これめちゃくちゃ気に入ってて、これがニコアンドで購入したもので、誕生日にもらいました。あとこのベッドフレーム、これもサイズ感これダブル？これダブルです。これどちらで買った？これが楽天ですね。楽天のなんかタンスの弦っていうなんかメーカーかなんかわかんないけどあるんですけど、そこで購入したもので、一応高さを変えられるんですよ。確かにこれ2つあれか、足がそうです。1個取ればみたいな。2個取っちゃうと一番低いあれに。それでも使えるんですね。そうですそうです。すごい。でも自分はちょうど下に収納したかったので一番高いままで使ってます。あとはこのベッド寝具、これも今緑のストライプ。そうですね。これが最近買ったんですけど、ちょっとメーカーさんの名前がこれですね。フォトジェニアグッズ、韓国のブランドです。結構お値段的にもじゃ高かった。そうなんだと思います。寝具にしてはっていうか。そうなんですね。あとなんか基本的に普通に真っ白のも使ったりしてるんですけど、それは無印良品とかのなんか麻の素材のものを使ってます。あとはその奥にこのドロワーラインですか、これは？ドロワーラインです。これはテーブルをセットに使ってて、この照明、夜読書したり携帯いじったりするときに照らせるように置いてます。この照明はちなみにどちらで買ったんですか？これが下北沢の雑貨屋さんで購入したものです。ちょっと店の名前は忘れてしまったんですけど、2、3000円ぐらいで割とリーズナブルに買いました。
これもともとあれですか、ドローアラインにご自身でこのグリーンというか。あ、そうです。一応付属のパーツ、このフックがあるんですけど、フックに引っ掛けてあるのか。これも購入してかけてあるっていうああ、なんか遠くから見ると全然わかんないですね。一瞬わかんなかったです。一応フックがついてるんですよ。なるほど、そういうことなんですね。はい。あとはポストカードがたくさんここにはありますが、この辺はどういう感じでコーディネートというかされてるんですか？でも本当なんか感覚っていうかもう気分で貼ってるっていう感じで、まあ友達から何かのタイミングでもらったカードだったり、まあ、あと両先で見つけたカードだったり、あと美術館とか博物館よく行くので、まあ、その時に気に入ったものがあればっていうので購入したものを貼ってます。わかりました。あとはじゃあ最後にこのペンダントライトについてをお尋ねしたいんですけど、これはどちらで？これは、ニトリです。ニトリでこれも安かったと思う。2、3000円とかそのぐらいだったと思いますね。なんか真鍮っぽいデザイン。そうですね。めちゃくちゃ可愛かったので、もともとこの家が、リビングと寝室両方とも照明何もついてないところだったので、まあ初めから自分の好きなものを選んで取り付けたっていう感じです。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、ということでしのさんの狂気的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にじゃあしのさんの方から何かお知らせしたいものだったり告知したいものがあればしていただければなと思います。まあ自分個人のインスタグラムの方でもお部屋の、フィードリール撮影してアップしてるので、もしよろしければそちらも見ていただけたらと思います。はい、基本は結構インテリア系の。そうですね、インテリア系のものだったり、割と最近だとキャンプとか、あと休日の喫茶店巡りもちょこちょこ投稿してるので、そちらも見ていただけたらと思います。はい、ということでじゃあ気になる方はしのさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の狂気的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはしのさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。